はい、皆さんこんにちは。今日はこちらの2台のスカニアを見比べてみるという、皆さんね、興味あるかと思うんですけれども、何が違うかね、ちょっとご覧いただければと思います。はい。今ね、ここでこういう形で映してるわけですけれども、これだけでね、これとこれの違いねってわかる方ね、いらっしゃるかと思うんですけれども、今回はこのスカニアのリジットトラック、いわゆるこの単車を焦点に当ててですね、この右側がスリーパーキャブと言われるトラクターヘッドによく採用されている大きさのキャブ。で、左側に関してはデイキャブということで、このリジットトラックによく採用されているキャブと、こちらどちらがいいのと、いうのをね、見ていこうということでございます。はい。右手のスリーパーキャブに関しましては、やはりね、乗務員さんなんかは、スリーパーはそれはね、内装すごい広いし、やっぱり快適だよねっていうのでいいかと思います。逆に左側のデイキャブに関しては、経営者さんなんかは、これ箱9600取れてるしね、やはり日本の四軸定称と比べると左側のデイキャブだよねってこうなるわけですね。どこが違うかをね、ちょっと具体的に見ていければと思います。はい。で、右側のスリーパーキャブのお車は、スペックとしては 420R ですので、R キャブの420馬力。で、420馬力の R キャブというのは、基本的にスーパーというね、エンブレムついてますけれども、スーパーになります。6気筒の 13000cc エンジンがね、搭載されている車型になります。一方で、この左側のデイキャブのモデルは、R360 ということになりますので、こちら5気筒モデルの排気量が、9000cc ということになってます。360馬力ということになってます。はい。まずそのエンジンのスペックの違いがございます。で、キャブの大きさが違うというところでございます。で、箱の仕様に関しては、右側がトランテックス製、左側が日本トレックス製ということで、ともに、こちらの2社はですね、オフィシャルの完成車の箱として採用されているということでございます。で、右側のトランテックスの箱は、9350。で、左側が9600ということになりますので、25センチほどね、差があるわけですけど、そういうお車を実際手に取って見ていくということでございますので、最後までご視聴ください。それではね、まず右側スリーパーキャブ、こちらをね一周していきたいと思います。フロントから見てもこのスリーパーキャブってキャビンの大きさ自体が大きいので、バランス取るためにこの後ろのベッド部分も大きいんですけど、このハイルーフの部分もね共に上がってるということで、本当に前から見るとヘッドのキャブと変わりません。右側に関してはそういう感じですね。ハイルーフ部分が大きくなって、で、420だからか、ちょっとグリルのね、デザインが同色になってますね。そういったところが違ってくるということで、スーパーエンブレムつくし、こことここのね、色の差がございません。それが多分 420R のね、オプションなのかなと思いますけど、はい、そういう感じになっております。で、横から見るとやはり、すげえキャブがでかいっすね。はい、この大きさです。で、箱がこういう感じで続くということですね。なので、ベッドスペースが広がってるので、この物入れがね、デイキャブより大きくなっております。で、こんな感じで、本当キャリーケース入りそうですね。っていうぐらい大きいです。だいぶね、幅があります。だいぶね、いろんなもんここね、入れていただけるんではないかなと思います。棚とかね、自分で作って入れればね、2段式とかもできますしね。はい。で、キャブもね、背が高いです。で、あと違うのはこの物入れが後ろ側にもつきますし、前の収納もより大きくなってるということですね。はい。内装の紹介ちょっと具体的に後でしていきましょう。はい。タイヤサイズ等々は一緒です。ミシュラン X マルチの 3157022.5 がつきます。で、トランテックさんのハイウィングですね。こちらのね、デザインが非常にね、特徴的ですけど、ハイウィング搭載されております。で、この R キャブに関しては、もう標準設定でこの長板とか成功ラックっていうものが、ステンレス仕様になります。あと、門高ですね。はい。半寒冷地みたいな仕様みたいな感じになります。あとはこのサイドガードのブラケット等々もステンレス。で、サイドガードは3段式のこのトランさんのね、独自のデザインのものです。燃料タンクはアルミ製で、325の225とかな、そういうのなんでね、多分500リッター相当、両方合わせたらあるのかなと。で、通常の丸いマーカーですね。で、ちなみにアルミは、デュラブライトエボという、磨かなくても輝き、拭くだけで保てますよというアルミになってます。で、エアサスに関しては今、双輪エアサスですね。このリジットトラックは全て双輪エアサスになります。で、リアだけが、2バック式のね、エアサスペンションとなってますが、やはり、日本のトラックの低床と比べるとだいぶね、ベローズの大きさがね、倍ぐらいありますね。はい。ということで、このね、上がったり下がったりの変化がね、非常にスカニアは大きいです。もう30センチぐらいあるかもしれないですね、下手したら。一番下げた状態から一番上げると、25から30センチぐらいね、差があったりします。で、リアは275の7022.5ってことで、日本のね、四軸低床とか、ああいうのとは違って、タイヤサイズがフロントとリアで変わるっていうところがスカニアの特徴でございます。その代わりね、全部、タイヤのね、大きさも違うし、パターンもこの、
二軸目と三軸目ではね、こう変わるわけですけど、こういったところをね、細かく制御することで、燃費に寄与してるよ、ということですね。あとはこちら、315のタイヤが、はい、スペアタイヤとしてつってございます。で、今こちらコルゲートのトラックになってますが、標準でフラットパネルもね、確かトランテックスは選べるはずです。はい。いろんなね、完成車だけれども、その完成車のオプションみたいなので取り入れることがね、他のものもいろいろできるようになっております。リアはこんな感じですね。やっぱり R キャブなんでね、もう全部、ロックバーとか長板はステンレス、門高ステンレスです。で、こちらを見ると、はい。中ですね、箱の中トランテックス製でございます。ダブルセンタービームになっておりますので、はい。センタービーム部分も稼働するので、開いた時の庫内高、内高がね、非常に高く保たれております。で、横をね、こう、正方形というか、長方形、横に長い長方形にしてございますので、庫内長もおそらく取りやすくなってるはずです。はい。で、門高のラッシング延長と、あとは煽りの部分にラッシングレール。で、ウィングの部分にもラッシングレール。で、下はこれアピトンか合板になってますね。で、床フックは引き出し式の T 字フックになっております。フロントのね、前壁の下の部分もね、補強されてますね。で、コナイトは、角につくタイプになっております。はい。いわゆる標準的な完成車ということですね。はい。で、積載がね、ちょっとこちら記載まだ、未登録でございませんが、おそらく13トン100とかね、それぐらいかなと思われます。はい。で、運転席側も、工具箱、それと、やはりこの辺のスペースがね、日本車のそれとは違って、バッテリーとかね、向こう側ですし、エアータンクもね、見当たるところにはないですね。はい。ドライブシャフトがね、こう通ってるっていうね、感じでしょうか。はい。プロペラシャフトか。はい。それと、アドブルタンクは、運転席側になるという。で、マフラーもちっちゃい。で、ここはなんか、ヨーロッパ車の方が小さいですね。日本車の方がね、でっかくなってきてる気がします。はい。じゃあ、それでは中見てみましょう。しみじゅん。デザインはね、こういう形でツートンカラーですね。グレーと黒のね、ツートンになっております。で、シートに関しては、こちら標準設定のシートでイスリングハウゼン製になります。シートヒーターとね、あとはいろいろこう座面の位置を変更したり、こちら全部エアー式なんで、こう下げればね、エアーでね、一気に抜けると。で、あとはランパーサポート、エアー関係がついております。こちらエアサスのね、コントロールスイッチと、あとはこちらにね、エアブローのね、ノズルがございますので、これがね、やはりスカニア特徴的ですね。全部のね、車ついてるわけではないですけど。はい。じゃあ、それではね、乗ってみましょう。どうでしょう？乗っただけでもだいぶ広々してます。なんかキャンピングカーみたいですよね。もうここまで来るとね。で、はい。あとサンルーフもね、ついております。こういう感じですよ。どうですか？この高級感。よいしょ。もうなんかね、こう普通に座るともう随分自分がずっしりとね、沈み込むような印象ですね。はい。すごい開放的です。もうこの辺とか国産だとなんかいろいろね、こう、コンソールとかになるんですけど、ベッドもね、でっかいですしね、この分肉厚。もう日本とかこんなのありますからね、なんかもう、ペラペラなやつね。もうなんか体体格いい人寝るとなんかしなってこういうね、弓状になったりしますからね、ああいうベッドはね。はい。こういうことになってます。で、ここでね、こうベッドを上げれたりしますんで、こう上げると、さらに、こう荷物のね、出し入れ等々もこうできるようになっております。で、こちら冷蔵庫もね、装着されてます。はい。この辺のね、装備がもうね、至れり尽くせりということでございます。メーターと、あとこっちのインフォメーションのパネルも、それぞれ液晶フルディスプレイになっておりますので、視認性もね、非常にいいです。はい。で、こういったところもね、バックカメラとかもね、デジタル表示でこう出せるということになってますので、いろいろね、こう、レベルとかこういう車高の調整とかここでできたりとか、あとはこうラジオとかメディアを選んだり、ここでこのアプリケーション、ライトだとかね、エアコンカメラメッセージとか、いろいろできるようになっております。で、音楽と、はい。で、これはスマホとなんか連動できたりとかね。ちょっとこのモデルはあれですけど、もう少ししたらカープレイとかね、接続できるようになるというふうに聞いております。特にね、デイキャブ見る機会が多いんで、こうスリーパーキャブあんまね、乗る機会ないので、ね、やっぱ背も高い。やっぱ頭、ね、僕169センチですけど、だいぶ差があります。先ほどね、ご紹介もしましたけど、こう物入れが、こちら、後ろ側にもついてるというね、はい。こちらがいいんですよ。もうだいぶ収納できますからね。で、こちらもね、物入れついてるんですけど、もう今のこの新型からはオプションになってます。なんで、標準設定だとここね、ガランと開いてますけど。で、ベッド幅も、国産だったらこのぐらいじゃないかな。
だから多分これぐらい、まあ20から25センチぐらいはね、広々としているということですね。あとこういったところもこういうライトがついたりとか、まああとこちらでね、いろいろサンルーフ開けたりとか、パーキングヒーターとかクーラーつけたりとかっていうことができるようになってます。前の物入れも、これまたでかい。はい。これはすごいですよ。でね、ライトもね、ついてますしね。はい。まあ、こういう形でね、立って過ごせるという、非常に広々してます。ね、すごいでしょ。はい。で、まあね、本当にコンソールはもうデジタル装備満載になってるし、まあ、あと給電に関してもね、USB-C がほぼほぼ標準になってるんで、高速充電がね、可能になったりしております。こちらもね、テーブルもついてます。作業テーブルがね、ついておりますので、こちらでね、作業とかご飯食べたりできるということですね。はい。あと、こちらもね、これシートをこう倒せるんで、こう倒して、こうね、台にして、こう机代わりにね、この背中をね、使うこともできるようになってます。はい。まあ、いろんな工夫をすることによってね、車内で快適に過ごすことが可能ということですね。はい。まあ、こちらがスリーパーキャブということでございます。それではこちらデイキャブを見ていきましょう。こちらデイキャブ360。まあ単車ではね、420だと正直オーバースペックになりますので、まあこのぐらいのね、360でうちは十分だと思っております。まあ一台だけね、この360の G キャブっていうのを当社導入させていただいてまして、まあそちらの平均燃費私見ることできるんですけど、まあ常日頃4、もうアベレージで4超えてるかな。はい。4超えの燃費をね、実現しております。まあ距離としては大阪から北関東ぐらいまで行ってんのかな。はい。まあそういう便でね、使用してるわけですけど、まあデイキャブで、まあこの360っていうのがまあバランスはいいのかなっていうふうにね、思われるわけですけど、まあデザインに関してはやはりね、サンルーフが少しこう低めになるのと、まああとはこのグリルのね、デザインがちょっとね、色が薄くなるというか、まあ先ほどのスリーパーキャブはこの色がこっちも使われてましたけど、こちらはね、純粋なシルバーみたいな感じで、まあ、こう色がね、ツートンみたいになってます。はい。まあ、あとはね、ルーフが低いという、そんな感じですね。それではね、ちょっと助手席側回ってみましょう。まあ先ほどねご覧いただいた、まあ、スリーパーキャブよりやはりちょっとこう長さがね狭めになってますので、この外のこの収納ボックスもねちっちゃくなってます。まあ、具体的にどれぐらい差があるか、はい、こういう感じになります。まあ先ほどだとねキャリーケース入る感じ、横置きでねいけそうでしたけど、こちらだとねちょっと厳しいかなっていう感じではありますが、まあとは言っても国産はねこういう収納がそもそもないので、まあそれと比べるとねだいぶこのぐらいの大きさだとしても、まあ例えばラップだとか軍手、ラッシングベルトをね実装して持っていく場合は、仕事によってはほんと10本20本必要になる仕事もあるので、まあそういったのをこちらに入れたりとかね、はい、まああとはシャンプーセット入れたりとかね可能なので、やはりねここは便利な収納だと思います。はい。まあ高さ、ね、屋根はやはり先ほどより低いのと、まあ小物入れ、上のね収納も後ろベッドがないですし、まあフロント部分もちょっと浅めになるのと、あとはもうまあ今の新型からはサンルーフも基本的には設定されてませんので、まあこちら標準だともうないので、そもそもサンルーフもございませんという感じですね。まあサンルーフはねヨーロッパの本国だとつけなきゃいけないっていう決まりがあるんですけど、まあ日本はそのね決まりはございませんので、はい、ないと。まあ2階建ての車は別ですけどね、そういうことになっております。でまあタイヤもね当然同じく3157022.5だし、まあアルコアデュラブライトエボのアルミホイルで磨かなくていいよっていうことですね。で先ほどお伝えするの忘れたんですけど、まあこちらバッテリーがねございます。まあそれと燃料タンクも先ほどと同じで、ちょっとねサイドガード等々はこちらも仮装済みでございますので、タクラサイドガードとトララートのマーカーがついてございます。はい、ちょっとね中途半端な今出来になってますけど、あとはまあタイヤ灯もねめちゃ明るいですけどね、はい、ああいうタイヤ灯がついててドーマのフェンダーということになってます。でリアオーバーハングもサイドガードはタクラーということですね。でこちらの箱が日本トレックス製ということで、まあもともとトレックスさんがスカニアのね箱のまあ完成車を作ってたわけですけれども、最近はねトランさんもそこに参画されてるということでございます。はい。まあこちらも同じく R キャブですので、標準設定で長板成功ラック、キャッチ、門高、ロックバー等々は全てステンレスの仕上げになってます。こちら仮装してますのでね、リアシールは延長して、まあ普通はああいう吊り下げになるんですけど、まあリアシール延長して、そこにテールレンズを埋め込み。まあこちらのヘラーのね、テールレンズはもうこういう吊り下げとかもうそもそも無理なので、まあこういう形でね、リアシール伸ばして埋め込むという感じになってます。あとこうキャッチのねこのキャップがこうかっこいいですね。トレックさんこのデザイン僕好きなんですけどね、非常にかっこいいデザインになってます。はい、ちょっとねいろいろ仮想部品が載ってますけど、まあ箱の仕様も似てますね。はい、ただまあこちら門高のねラッシングが上段しかついてない、門高のね延長ラッシングが上段だけということで、まあ同じく煽り側にラッシングレール、ウイング側に
1本、合計2段ですね。で床フロアも合板のフロアと、でセンタービームに関してはこちらはねシングル1本になるんで、また形状がねトランさんとは違うということですね。ではい、コナイ灯はルーフトップ部分に装着されるということです。はい、床ラッシングもね引き出し式のラッシングになってございます。そういう感じですね。箱の仕様はねそんなにメーカーさんで大差はないです。完成車だからね別に国産でもそんなもんかなというふうには思うんですけど、はい。でリア部分、こちらちょっと後部箱、先ほどねスリーパーキャブありましたけど、こちらはチェーンフックとウィングのね油圧ユニットということになってます。でこちらのホイールベース部分にダーケンの工具箱を装着ということで、ここのねスペースがやっぱりね国産の車と違って取れてるのが非常にいいですよね。冷凍車なんかも作りやすいんじゃないかな。日本だとね低床だともうダブル弱しかないので、基本ダブル弱でねやんなきゃいけないし、そうするとハイルーフが選べない、スーパーハイが選べないとかね、いろいろ懸念点があるんですけど、こちらそういうのがないのですごいねいいのかなと思います。はい。じゃあそれではねデイキャブ中見ていきましょう。でもはっきり言ってこちらでね十分っていう感じは僕個人ではするんですけど、シートもね同じです。イスリングハウゼンのシートがついてます。こちらもオプションでねレカロに変えれたりします。でエアサス、当然ねソリンエアサスです。でこちらもねこういう、はい、エアブローも装着済み。このエアブローもねオプションになります。はい。で乗り込んでみましょうか。よいしょ。でもね座った感じはもう一緒ですね。運転手先で運転してる感じは別にデイキャブだろうがスリーパーキャブだろうが一緒です。ただこう見るとね、やっぱりさっき先にあっち見てしまったんでね、やっぱこう狭さは感じてしまいます。ただ日本の規格に合わせる、要は9600箱を確保するためのキャブ調整という意味では非常に頑張ってくださってるなっていう印象を受けます。見るとこの辺のねパネルは一緒です、正直ね。で違ってくるのがやっぱりベッド部分とルーフの高さになるんですけど、ベッド部分今ちょっと跳ね上げてますけど、ちょっとシート前にやれば、あそこのシートベルトみたいに取ってバタッと下ろせます。はい。ただ幅がね、やっぱりそんな広くないかな。国産のそれと、ちょっとこっちのね、足元の方は、こっちが足元になると思うんですけど、こっちがね、くぼんでるんでね。頭向こうにして、普通に寝れる、やっと寝れるというか、くらいかなと思います。はい。ただ同じくね、こちらも冷蔵庫ついておりますので、だいぶいいです。ちょっと中がね、狭くなりますけどね、奥行きがね、スリーパーに比べてないので、あとは立ってみると、どうでしょう。先ほどよりやはりね、だいぶ低くなってきますが、でも立てますよ、普通にね。普通に立っております。はい。で、小物入れがね、後ろには装着されませんが、前部分はこういった形で収納がね、ございますので、いろいろ入れていただけます。はい。で、ベッドに関してはね、先ほどもう肉厚だったんですけど、ちょっとね、薄くはなりますけど、ただ国産だともっと薄いんでね、国産よりは非常にクッション性はあるのかなと思います。あとこういったとこもね、もう一個ね、こういうスイッチがついてましたけど、スリーパーは。デイキャブはこのリモコン式のが1個と、あとはこの読書灯がね、なくなってるということです。しかしね、全然、はい、十分だと思いますけどね。で、ここはどうだ？こちらもね、テーブルついてますので、テーブル引き出していろいろ作業とかできるよということですね。で、こちらも椅子倒してね、作業ができるということでございます。あと先ほどちょっと紹介しなかったんですけど、スカニアに関してはパーキングクーラーとヒーターが基本的には標準設定されてございますので、ヒーターもね、エンジンかけないで軽油使ったストーブをね、冬とか炊くことができます。それもあって燃費がね、非常に良いのかなという感じですね。はい。あとはスカニアね、この電源切るボタンがついてますので、いざっていう長時間ね、車動かないときはこちらでバチンと切っておくと、バッテリーのね、消耗を抑えることができるということです。はい。それではいかがだったでしょうか。デイキャブとスリーパーキャブ。皆さんはどちらに興味をそそられましたか？基本的に乗務員さんは、いや、スリーパーでしょうみたいなね。スリーパーキャブがね、9350っていうね、庫内調になりますので、頑張ってパレット16枚は積めるかなという感じです。ただ、後ろの観音から最後の2枚は積まなきゃいけなかったりとか、あとバラ積みだとね、どうしてもリューベース稼げなかったりっていう懸念があるんですけど、そこら辺を犠牲にしても乗りたいっていう方がね、やっぱり乗務員さんだと多いのかなっていうふうに思います。一方で経営者さんだと、やっぱりね、仕事で使うという意味でも、こちらだとね、9600確保されてますから、日本の低床に近いです。で、庫内調が確か2600ちょうどぐらいだったかな、こっち。内向がね、2600ちょい。で、長さが9600なんで、いわゆる普通の四軸低床と同じぐらいですね。今はね、庫内もトランテックスとかだと低床で、2700取れますから、そこでね、これぐらい10センチぐらいやっぱ変わってくるんですけど、10センチぐらいしか逆に言うと変わらないので、
まあ、低床でやってた仕事を十二分にこちらの車でやっていただくことができる。さらに言うと、ソーリンエアサスで車高の上げ下げのね、こう、アベレージがでかいので、あと路線とかね、そういったフォームにも合わせられるし、今のマルチテナントにも合わせることができるということでは、非常に使い勝手がいいかなと、はい、思います。で、ちなみにまあ、エンジンのね、スペックも違うんですけど、価格差的にはおそらく350万ぐらい変わるかな。これあんま言っていいのかわかんないですけど、まあ、300から350万ぐらい多分値段変わってくるんで、まあ、じゃあ経営者さんだったらどっちを入れよう。まあ、でもどっちもスカニアだしなとか考えると、まあ、360の方に軍配が上がるのかなというふうに思います。まあ、どちらかというとね、もうこっちの右側のスリーパーキャブの車は、本当のもういわゆる日本のこの大型トラック単車のリジットで言ったらもう一番こちらがね最高級だと思うので、まあそう考えるとねこちらはすごいいいと思います。でね、スカニアさんに聞いたことあるんですよ。どっちが出てるのって言ったら、まあやっぱりもう圧倒的にデイキャブの方が売れてるということで、まあヘッドはねこういうスリーパーキャブになりますけど、この単車のスリーパーってのはすごい希少です。はい。だからなかなかね注文しても入れるの難しいんですけど、まあこんな感じで当社ではまあスカニアもね今展開をしてってますのでね、興味のある方はご連絡いただければありがたいです。でまあね、当社も50台スカニア入れてくっていう風に歌ってるんで、今後はねスカニアも積極的に入れることになるかもしれません。まあいろいろね整備とかそういうのも含めてね、やっぱコストカットできる部分は参画しようと考えてますので、まあその辺も含めてよろしくお願いできればと思います。はい。それではね、また動画企画して撮影しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。